ドリームランナーチャンネル。こんにちは、司会の広岡です。二輪四輪のレアな情報を紹介するドリームランナーチャンネル。今回は、記念すべき第1回目です。今回紹介するのはホンダの第1期の F1、そして2機種の F2、そして、トリコロールカラーの始まりのきっかけとなりましたスピリットホンダを、ご紹介いたします。F1 の、今回の紹介は3回に分けて、説明させていただきます。F1 ファンの方、乞うご期待。それでは中に入りましょう。では本日の特集のコメンテーター、藤沢博之さんをご紹介いたします。藤沢さんは本社のモーターレクリエーション推進本部、今でいうモータースポーツ部に在籍しておられまして、第2期の F1 グランプリ、そして二輪世界グランプリを担当されておりました。それでは藤沢さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、藤沢博之と申します。今ご紹介いただいたように2期のレース活動を川島社長が GP 復帰宣言っていう形で原宿でスタートしていただいた時に、本社の担当部門モーターレクリエーション推進本部で働かせていただいておりました。その時に突然海外国内二輪四輪レースに復帰するということで、私は国内のモトクロス担当でスタートし、20名ぐらいの少ない人数でやってましたので、二輪四輪含めていろんなレース活動の本社での担当をさせていただきました。では知ってる限りのことをご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。では最初に第1期ホンダの F1、こちらを紹介させていただきます。はい、藤沢さんどうぞ。実は私も1期のレース活動についてはほぼ存じ上げてない世代ではありますが、ホンダに入って一番最初のモーターレクでの入社試験のようなものが、本部長からいきなり言われて、F1 のそれぞれ機種、ドライバー、チーム名などを、一覧表にまとめろという、モレクでのテストがありまして、結果は本部長から聞いておりませんが、おそらくそのままいろいろやらせてもらったということは、出した、年表が、正しかったのかな、採用されたのかなと思っております。それでこちらのマシンなんですが、ゼッケン11番、メキシコでリッチー・ギンサーが優勝に持っていったマシンです。このマシンは特に中村義雄さんが飛行機のエンジニアであったっていう出身から、メキシコシティという大変標高の高いところで、走るために機械機のコーチセッティングが、航空機エンジニアの中村さんによってもたらされ、スタートから快調に走り、1500cc 最後のシーズンを優勝で締めくくったっていうマシンです。リッチー・ギンサー選手と
RA272 ゼッケン11番のマシンです。質問なんですけども、当時すでにホンダは二輪グランプリの世界では非常に名声を勝ち得ていたんですが、まだ四輪の市販車をほとんど出してないこの段階で、世界でのホンダの受け止められ方はどうだったんでしょうか。そうですね、伝え聞くところによると、例えば F1 のシャーシー、これをロータスから断られて急遽自前で作らなくならなければならなくなった時に、研究所の中で、ワイガヤといいますかディスカッションした時に、フレームに合成がなくてもいいのか合成があった方がいいのかっていう話になった時に、なんと合成なしの方がいいっていう一派が理論的に勝ったっていうような話、今だと考えられないことなんですが、それと二輪グランプリのエンジンは常にオイルが一番下に溜まってるんで、コーナリングする時も車体がバンクするのでエンジンオイルは常に一番下にあるんですよね。ところが四輪の場合はご承知のより4つのタイヤが設置してコーナリングするとオイルはアウト側に外に偏ってしまうんです。だから最初なぜ四輪のエンジンが焼き付くのかっていうのが分からなくて、でやっと理由が分かってオイルパンの中にセパレーターっていうのを作ってオイルポンプが正常に作動するようにしたとか、まさに今言っていただいたように四輪がほとんどない状態でスタートしたんで、しかもいきなり頂点にチャレンジしたんでさまざまなご苦労があったっていうふうに聞いております。そうですか。はい。はい、次はブラバムの F2 になります。藤田さんよろしくお願いします。ブラバムなんですが、ロータスに F1 エンジンを供給するっていう話が一方的に破談になった時に、ホンダはホンダの道を行くっていう強い決意で、レターを送り RA270 というホンダ初の、日本初の F1 マシンをテストカーとして製作し、この時に RA271 を鈴鹿で実装走行したんですが、それに先立つ270がエンジンがうまくかからずに大変苦戦してた時に、ブラバムさんが油面調整をちゃっちゃっとやってくれてエンジンが見事かかったっていう話があって、ホンダのチームとしてはブラバムに強い信頼と関心を寄せてたようです。でそのブラバムが1期の F2 で、連戦連勝する成績を残したんですが、そのブラバムが2期の F1 活動のスタートになる重要なチームであり、そこで働いてたロン・トーラナックの主任設計員をラルトチームとしてホンダが2期にスタートするときに一緒に働かせてもらったという流れで、まさに2期の一番最初の原点ともいえるブラバム F2 です。はい、次はカシオラルトホンダ F2 です。藤田さんどうぞお願いします。このラルトで作ったシャーシーにホンダのエンジンを乗せた F2、 これがまさに2期のレース活動のスタートでした。ラルトはロン・トーラナックという方がオーナーで、ロン・トーラナックのおじさんはブラバムホンダで、主任設計員をやってた方です。ちょっと話が前後しますが、ブラバムっていうチームが
後のバーニー・エクレストンさんのチームになり、バーニーさんは他の会長になり、興行面だとか放映権、テレビの放映権でビジネス的に F1 を大変高い位置に持ち上げた大変話題の多い方です。で、話をまたこのカシオラルトチームに戻しますと、ヨーロッパでカシオさんが F2 チームのスポンサーについていただくっていう大変素晴らしいことをしていただいたんですが、当時カシオのヨーロッパ駐在しておられました平田さんが最終的にジャッジして決めていただいたわけなんですが、たまたま宣伝課に長谷美さんのいとこである長谷美課長がいらっしゃったとか、いろんなご縁があって、広告代理店のマスクの松崎さんがまとめてくれた、スポンサードシップです。後にカシオさんは鈴鹿の試験カシオトライアングルにもスポンサーしていただいて、カシオさんのデジタル時計をホンダの機能客であるとか、車検を受けてくれた人だとかにカシオの時計をプレゼントするっていう形で、お互いにウィンウィンの関係でパートナーシップがうまくいったんですが、初期のヨーロッパの F2 では、勝てない時期がありまして、長い間勝てない F2 にカシオがスポンサーしてくれたことは、継続は力なりで大変ありがたいことでありました。このカシオのマシンがですね、83年から84年にかけてなんと12連勝もしましたね。これはすごいことだと思います。おそらくカシオさんが継続してスポンサーしてくれた、そういう資金面でのバックアップと、ロン・トラナックのおじさんが大変頑張って技術屋さんとして素晴らしい働きをしてくれたのが原動力になっているのかなというふうに思います。はい、では次はスピリットホンダの F1 です。このマシンでホンダは第2期の F1 にカムバックいたします。では藤沢さんどうぞ。F1 テストの実験機としてのスピリットホンダ F1 なんですが、ここでは2つぐらいお話述べさせていただきたいと思います。一つは、ヨーロッパの F2 でなかなか勝てない時にホンダ F2 の戦力強化っていう意味で、当時マーチの、BMW ファクトリーともいえるマーチチームにいたゴードン・コバック総合マネージャーとゴードン・コバックっていう、主任技術員、このお二人の方をホンダの F1 チームを作らない、F2 チームを作らないかっていうことで、ホンダの戦力に、加えて、変な話ですけど、マーチの戦力をちょっと弱め、ホンダの F2 チームの戦力を強めたっていう形で、契約をし、スカウトしたっていうことです。で、これは本当に余談の余談になりますが、川本さんがラルトのロントラナックのおじさんが非常に真っ当な技術屋さんだっていう表現をされてたので、真っ当じゃない技術屋さんもいるんですかって言ったら、おそらくゴードン・コバックとジョン・ウィッカムはホンダに来た時のように契約が切れた時、また他のところに行って新しいビジネスを始めるだろう。
でヨーロッパは契約社会なんで、それはそれで極めて真っ当なことで普通のことではあるんですが、そういう形でスピリットホンダがスタートし、F1 のテスト実験機ともいえるスピリットホンダ F1 がスタートしました。でもう一点なんですが、このマシンはご覧いただけるようにトリコロールカラー、赤白ブルーで塗り分けられております。でこの赤白ブルーっていうカラーリングについては、2機のレース活動が再開するときにホンダレーシングチームインターナショナルっていう考え方で、インターナショナルレーシングチームっていうからには、どういうふうなシンボルカラーがいいのかなっていうことで、モーレクの若いメンバー、いろんな人が集まって、池澤さんだとか野田さんだとか藤沢も入り、藤本さんという係長も入って、世界中の国旗を集めて、で国旗で使われてる色で一番多いのは何だろうっていうことで調べましたら、赤、白、ブルーの組み合わせが一番多かったので、これをキャラクターカラーにしてホンダレーシングチームインターナショナルのシンボルカラーとして採用し、2代目社長の川島さんが研究所に革新技術を盛り込んだやつとか、最新技術のレースマシンについてはこの色からスタートするようにっていうふうにご指示をいただいて、このカラーがインディのスタートの時も、それから二輪の HRC のレーシングカラーも、最初のスタートマシンは赤白ブルーでスタートするっていう形ができて、余談の余談になりますが、赤白ブルーで作ったトリコロールカラーのジャンパーが年間たくさんの数が売れまして、山手線の電車の中でもちらほら見かける。それからバイクに乗らない人も普段のレジャー着に来ていただけるっていうようなところまで普及したので、なんとなく赤白ブルーがホンダのコーポレートカラーみたいなところまで普及したのは、制作した側としては大変ありがたいなと、嬉しいなっていうふうに思っております。あと補足しますと、バイク好きの方はご存知と思いますが、現在の市販しておりますレーサーレプリカと呼ばれてますバイクのシンボルカラーもこのトリコロールカラーを採用しております。はい、まだまだ紹介しきれないエピソードがたくさんあるのですけれども、F1、F2 三部作の第1回目はいかがでしたでしょうか。ご覧になっていただきどうもありがとうございました。これからもレアな話題をたくさん紹介していきたいと思いますので、ぜひまた見に来てください。で、今回は、モビリティリゾートもてぎのホンダコレクションホール様にご協力いただきました。どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。